皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらの Redmi Watch 3を使いこなすためのテクニックということで、まず一つ目はこの文字盤のカスタマイズについてご紹介します。例えばこちらのものであれば、この心拍数の表示、そしてここにね、通常であればこちらは天気のアイコンになります。そしてステータスのアイコン、またカロリーや歩数などの表示もありますが、こういったね、インターフェースになっていますが、これらを変更することもできます。それがまず一つ目になります。そして二つ目はですね、画面のこういう動きの部分になりますが、これはウィジェットと言います。この部分になりますね。ホームから右にスワイプしたとしても表示することができます。一周ね、ぐるぐるこのように回ることができるわけですね。このウィジェットの変更方法、そして3番目になりますが、ホームボタンを押した時に現れます、このような部分になります。これメニュー一覧になりますけども、これはアプリの並べ替えという部分になりますけども、これらも順番を入れ替えることができます。こういった部分を自分にとってよく使う機能を上に持ってきて使いやすいように変更することができます。では、どうやってやるのかね、一つ一つご紹介したいと思います。それでは本日も行ってみましょう。というわけでですね、まず文字盤のカスタマイズについてご紹介いたします。ちなみにカスタマイズが可能な文字盤に関しましては、このように下の部分にこの青いね、ボルトのようなマークが出てきます。これをタップしていただくとカスタマイズができるようになっています。ちなみにできないものに関しましてはですね、このようになりますね。今下の部分にあった青いボルトのようなマークのものが消えましたね。では変更が可能なこちらの文字盤に各機能が割り振られていますけど、これいわゆるね、コンポーネントといったり、Apple Watch でいうとこのコンプリケーションというものになります。いわゆる補足的なものになるわけですね。これらを一つ一つね、カスタマイズすることができます。画面を長押ししてここの部分をタップします。そうしますと、スタイルっていうのがまず出てきました。このように変更することがまずできます。これは文字盤によってね、種類が変わってきますけど、このタイプであればこういった文字盤もできますよと出ています。ではこちらに変えてみたいと思います。そしてもう一度タップしますと、今度は右にスワイプしますと、この機能に関しまして変更可能ですよと出てきました。ではこの心拍数の部分をタップしてみたいと思います。そうしますと、これらの機能のアイコンを割り振ることができるということになっています。では先ほど心拍数の部分になっていたところを、今回はですね、タイマーに割り振ってみたいと思います。はい。そして下の部分ですね。こちらは AQI とありますが、空気の質でしょうかね。この部分をじゃあ UV 指数に変更してみたいと思います。はい。これでよろしければ、このサイドボタンを押しますと、このように戻ってきまして、もう一度押します。そうしますとね、先ほど変更した部分ですね、心拍数のところがタイマーになりまして、空気の質の部分が UV 指数に変更されました。ですので、文字盤によってはなりますが、今回はこの2つの部分を変更可能になっていました。では、こちらのタイプだとどうでしょうか？やはりね、同じ部分が変更できるよと出ていますね。じゃあ、こちらの文字盤はどうかということですよね。はい。このタイプに関しましては、色の変更のみになっています。スタイルのみの変更になっていました。では、こちらのね、フレッシュという定番の文字盤になりますけど、どうでしょうか？スタイルの変更、色の変更になります。しかしながら、コンポーネントの部分に関しては変更ができませんでした。ということで、できるものとできないものの差っていうのは結構大きくなっていますけども、先ほどお見せしました、こちらの文字盤に関しましては、この2つの部分を変更することが可能になっていました。では、こちらのタイプはどうでしょうか？これはですね、この真ん中の3つが変更可能ですね。バッテリーのところを見てみますと、この部分を日付に変更したりとか、ストレス測定や血中酸素レベルに変更することも、このようにね、できますね。真ん中の部分も、はい。じゃあここをバッテリーにできます。という風に変更が可能になっていました。よろしければサイドボタンを押していただければ決定になって変更が反映されるという流れになります。ですので繰り返しにはなりますが、できるものとできないものがあるということ、そしてできるものでもこちらのコンポーネントまでは変更ができないものもあるということを踏まえていただければと思います。ですのでまずはダウンロードして入れてみていただいた上でチェックをお願いいたします。でもね、これやっぱカスタマイズしますと使い勝手めちゃめちゃ上がりますので、このね、アイコンをタップするとこの機能に飛ぶこともできますので、特に血中酸素レベルに関しましてはスポット測定しかできませんので、測りたい時に素早くこの血中酸素に飛ぶこともできるわけですね。2つ目になります。それはウィジェットの編集という点になります。先ほどお見せしましたこちらの部分になりますね。ホームから左右に割り振るものになります。今現在私はホームのすぐ右側に大きなウォーキングのアイコン、そして歩数の表示ですね。そしてこちらにタイマーを割り振ってあります。そして2枚目にはワークアウトのフリースタイルですね。
そしてこちらに屋内サイクリングも割り振ってあります。またスポット的にすぐできます血中酸素レベルの測定のアイコン、そして睡眠測定の結果が見れるアイコンをこちらに割り振ってあります。いわゆるこれがね、ウィジェットと言われているものになりますね。ではこれをどういう風に自分の使いやすいように変更できるかということになります。例えばですね、このウォーキングのところあります、大きな部分になりますが、長押ししますと、ここをまず変更したいっていった場合、この一覧からどういった機能をここに貼り付けるかということを選ぶことができます。例えば、心拍数の測定、ここに割り振りたいということで選べば、このようにね、できます。で、よろしければ決定ボタンを押しますと、ここにね、心拍数測定の結果を見ることができる。こういったウィジェットを貼り付けることができます。ちょっと見づらくなっていますね。じゃあこれをやっぱり変えたいよってことであれば、もう一度長押ししていただいて、では統計をここタップして、このように持ってくることもできます。ここにね、このように貼り付けることができました。フォームのすぐ右側になりますね。しかしながら、個人的にはワークアウトの中のウォーキングを貼り付けたいなと思っています。どうやってウォーキングを貼り付けるかと言いますと、このその他っていうところが実は下にあります。ここをタップすると、さらにこの一覧から選ぶことができるようになっています。ちなみに一般のところをタップしていただくとウォーキングが入っていますので、これを選びますとここにね、はい、ウォーキングを貼り付けることができました。ですので、今の方法でよく使うワークアウトをその他の部分からも探し出して、ここに貼り付けることができます。そうしますと、素早くホーム画面からウォーキングにアクセスすることができますので、簡単にね、ワークアウトを始めることができるわけですね。では、他の部分もちょっと見てみたいと思いますが、続けてこのタイマーのところを長押しします。もう一度押しまして、ここの部分に何を貼り付けるかということになりますね。いろいろありますので、ここからご自分のよく使うものを貼り付けるといいのかなと思います。では、今回はですね、この音楽っていうところをタップしてみたいと思います。決定しますと、はい。音楽再生コントロールに素早く飛ぶことができるようになりました。こんな風にして2枚目も同じように調整することができるわけですね。ちなみにこちらの設定は今、ウォッチ本体からやってみましたけど、アプリからでも設定ができるようになっています。Mi Fitness の Redmi Watch 3の項目の中の下にウィジェットとありますね。こちらを開いてみますと、このように先ほどの設定したものが反映されています。ホームに対しまして1枚目がまず上に来ています。2枚目がこの2段目に入っているわけですね。2枚しか今設定していませんので、これ3枚目になりましたら、この次にここに表示されるってことになります。では3枚目を作ってみたいと思います。このプラスの部分をタップします。そうしましたら、レイアウトを決めます。では、今回は、この上2つと1個下に大きいものをやってみたいと思います。では左上の部分、この赤枠に今なっていますが、こちらを選びたいと思います。ワークアウトのこの黄色の部分を入れてみたいと思います。そうしましたらここに屋外ランニングを貼ってみたいと思います。ここにね、貼り付けができました。では次にこの右上の部分をタップして赤枠になったところで、では天気をですね、ちょっと貼ってみたいと思います。このようにね、貼り付けることができました。では一番下の大きい部分になりますが、睡眠測定をここ貼ってみたいと思います。こうやってね、ここにレイアウトを決めることができました。ではこれで決定を押します。ではどうなったかと言いますと、はい、3枚目にこのようにウィジェットが貼り付けられたことがわかります。このまんまの通りになりますね。睡眠測定の部分の結果はね、今出ていませんけど、このようにウィジェットを編集することができます。で、この順番を、例えば1番目のものを一番下に持ってくるとか、今入れ替わりましたね。こんな風にしていろいろ調整ができますので、ぜひ時間がかかるかもしれませんけどね、ちょっとやってみていただければなと思います。そうしますと劇的にね、タイムパフォーマンスが上がると思いますので、ぜひやってみていただければなと思います。では3番目の使いこなすためのテクニック、おすすめ設定になります。それは、ウィジェットの下にありますアプリを並び替えるというものになります。こちらをタップしますと、このように今一覧が出ています。一番上から設定タイマー、Amazon のあれですね。そしてワークアウト、統計という風に並んでいますね。これ何なのってことになりますが、サイドボタンを表示した時に現れる並び順になっています。いわゆるこれがアプリを並び替えるというものになります。これをですね、順番を並び替えることによって、やっぱり使い勝手が向上すると思います。特に一番上にあります設定は、もともとこれはですね、結構下の方にあったんじゃないかなと思いますが、個人的にはここ、一番上に持ってくると、飛躍的に使い勝手が上がると思いますので、まずはね、一番上に持ってくるのをお勧めしたいと思います。そして、個人的にはよく使うタイマーも上に持ってきまし
したし、Amazon のあれもですね、上の方に持ってきています。ちなみに Amazon のあれになりますが、ちょっとね、一つ質問してみたいと思います。あなたは今何歳ですか？私は今8歳ですと出てきましたね。これはちょっと意外な回答でしたが、これは一旦置いといて、このように Amazon のあれをここで使うことができます。しかしながら、いちいちここからですね、呼び出すっていうのめんどくさいと思いますけど、実は、サイドボタンを長押しすると Amazon のあれが起動します。意外とね、わからなかったんですが、長押ししてみたら起動してきたということで、改めてご紹介しました。ちなみにサイドボタン長押しで他の機能を割り当てることは残念ながらできませんでした。アプリの方で項目を探しましたし、ウォッチ本体でも項目を探してみたんですが、それは残念ながらできませんでした。はい。では、ちょっと話が脱線してしまいましたけど、このように並び替えてみたいと思います。今、設定がですね、この部分になりましたが、一番上に持ってきます。そうしますと、一番上に設定を持ってくることができました。そして睡眠も上に持っていきたいと思います。はい、入れ替わりましたね。そしてよく使うタイマーも上に持っていきたいと思います。2番目に入れてみたいと思います。ここで入れましたね。こんな風にしてアプリの順番を入れ替えたり、またここから削除したりとかですね。使わないものは、例えばこのように下に持ってきたりとか、そしてよく使うものは上にこのように持ってきたりっていう風にできますので、ぜひここもカスタマイズして使いやすいように順番の入れ替えなどされてみてください。そうしますと飛躍的に使い勝手やっぱこのあたりも上がると思いますので、ぜひ編集の方されてみてください。はい。ということで、Redmi Watch 3のおすすめ設定ということで、使い勝手が飛躍的にアップするテクニックをね、ご紹介しましたが、いかがだったでしょうか？やっぱりね、いろいろ触っていくと、結構いろいろできるなっていうのをすごく感じています。ぜひ皆さんもやってみていただければなと思います。ちなみに今ご紹介しました設定は、こちらに今表示してあります初期設定動画ではご紹介していないものになっています。まだそちらの方もご覧になっていない場合は、合わせてご覧いただきますと、細かい設定もご紹介していますので、より理解の方深まるかなと思います。ぜひお時間ある時にご覧ください。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。